おはようございます。ピエンです。私は今新潟県佐渡島に来ております。そして本日は朝一で最北端エリアに向かいます。世界の果てのような美しい景色を堪能したり、コスパ最強のうますぎるランチを爆食いしたり、意外と知らないサウナ付き温泉でリフレッシュしたり、一度は絶滅してしまった幻の鳥を観察したり、最後の最後まで佐渡島を堪能しました。ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。チャンネル登録や高評価で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップが励みになるんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。佐渡島旅行もあっという間の最終日、もう3日目です。早いね本当に。今日は佐渡島の最北端エリアに朝から向かいます。ということで出発しました。朝の6時台はあれですね、もう信号がもはや赤の点滅。信号ないんだ。横断歩道とかもなんかない。異世界みたいになってる。ここに中村鮮魚店だって。今回ね、ご当地スーパーとかで刺身買って食おうかなと思ってたんですけど、昼飯夜飯で2回しかご飯食べて行ってないんですけど、それだけでお腹いっぱいになっちゃって結局買ってなかったですね。だからご当地スーパーっていうか、鮮魚店とかでよかったな。鮮魚店探せばよかったな。刺身のパックとか売ってそうだよね。朝7時前の佐渡島、いい雰囲気だ。でも島っぽくないね、ほんと作りが。さすが日本一巨大な離島で、目的地まではこっから42キロで1時間半くらいかかるらしいです。これ左で大佐渡スカイライン。昨日はね、大佐渡スカイラインを金山の方から登って降りてきたんですけど、なかなかすごいドライブだったな。でも10キロちょい進んで最北端まであと31キロでございます。これあれかな、もうしばらくこれはもうまっすぐですかね。昨日は佐渡島の西側の海沿いドライブして、一昨日は南側行ってたんで、この北の方に来るのは初めてですね今回。全然さ警戒しないというか、普通に危なかったぞ今。体が重たいだろうからね、初速が遅い。ここも景色すごいね。また昨日と違った景色だ。なんか田んぼの奥の方から海の方を眺めたら良さそう。海沿いの道に出た。すごいね。ここは佐渡島の北東らへんかな。ここの海沿いの道もいいですね。すげえ、もう辺り一面右側は海しか見えない。目的地まではあと24キロです。もう20キロくらいずっとこの海沿いなのかな。県道45号。目的地まであと18キロ。海沿いに出たり出なかったりみたいな感じですね。でこっちの方はさすがにコンビニとかはもうないですね。ゼロ。いや、この景色もなかなかですね。両津港あたりから最北端の真ん中ら辺までは道幅広くて運転もしやすくね、眺めも良かったです。橋渡ります。これ何橋なんだろう。黒姫大橋。トンネルとかもあんだね。いやーいいね。朝の快適ドライブですわ。トンネル入ります。読めない。なんて読むのこれ。内海部トンネルというそうです。すごいなあれ。下り坂。こういうとこのトンネルで下ってくのなんか初めてだな。すげえ、なんかちょっと怖いね、この下ってく感じ。トンネルからの海。眩しい。ここでちょっと車線が1本になって、ちょっと道が細くなったねこれ。この辺から対向車来るとしんどい道かな。こういう時ね、軽だとすれ違い楽だからいいね。景色めっちゃいい。うわー、これ対向車来たら怖え。こういう感じの道に出るんだね。一旦もうこっから最北端までずっと道細いのかな。食堂がある。食堂弁天からのトンネル。こういう感じね。意外と道険しかったね。海沿いだからずっとまっすぐの道かなと思ったら、目的地まであと8キロ。こっからなんか登っていく感じですね。この辺で工事してんだ。なんか新しい道がなんかできんのかな。なんかここだけ急にでまた下っていく感じね。でまた道細め。割と細めだね。空いてるっていうか対向車来ないでしょうと思っててもたまーに来るからね。急に神経使う道ですね。なかなか。もう少しで到着かな。で最後の3キロはこんな感じで車線は分かれてて運転しやすそうな感じ。2つが目。
そしてついにあと 400m で到着です。あった看板、これ右入っていくと到着ですね。この辺に駐車場があって、ここから多分歩いていくんですよね。ということで到着。現在地駐車場で、結構歩いていくんですね。ビューポイントまではここから 200m だそうですね。この道で合ってるのか。なんか思ったより細い道っていうか、なんか人んちの敷地みたいな道を通っていきます。あ、すごい、もうすぐ海が見える。おお、こっから下ってくのかな。天気がね怪しいけど、雨は降らなそうなのでよかった。あ、こういう感じの道を下ってくんだ。蜂とかはいなそうだね。昨日観光したエリアはなんか蜂に注意みたいな。うわ、蜂だやばいやばい、普通に蜂いたわ。黒い服じゃないから大丈夫でしょう。ちょっとクモの巣とかありそうなので、ちょっとこの自撮り棒ガードしながら行きます。思ったより道険しい。あれ、これ合ってんのかな。めっちゃ下ってくね。途中の道がちょっと蜂とクモの巣とびっくりすることはありましたが、これで到着なんじゃないかね。見えてきた。すごい開放感。なんか広場に出ましたね。広場には奥の方にトイレもあります。いや、朝の散歩にちょうどいいですね。で、この時間は全然調べてなかったんですけど、今は干潮なのかな。これが二つ亀。すごい。ちょっと前に行った鹿児島県指宿のね、チリリンロード的なね、小豆島のエンジェルロード的なね感じですね。干潮の時にだけ道が現れるって感じですかね。で、今は干潮ではないのか、ちょっと満ちてきてるんですけど、うっすらと道はあります。すごい看板がいっぱいある。北海道がここから577キロ、大阪が485キロ、東京が311キロ、能登半島137キロ、淡島が63キロで、二つ亀大野亀はミシュラングリーンガイドジャポンで二つ星として掲載されました。肉眼で見た方がもっとこの迫力はあります。やっぱ朝は早起きして散歩するに限りますね。ここはなんかあれなんかね、上陸はできないのか。上陸したところで道はないのか。あっちにもビュースポットがあるのかな。最高。こっちの道は何なんだろう。こっちからも行けんのかな。さっき駐車場からキャンプ場はこっちみたいな道があったんで、それはこの道に繋がってんのかな。ってことはこっから行った方がちょっと遠回りだけど道は険しくないのかな。それだ。走って逃げてきたけど、なんかあの辺にスズメバチがなんか巣があんのかな。なんかめっちゃ追っかけてきたんだよね。3回ぐらい追っかけてきたんで、ちょっと走って逃げてきました。無事に戻ってきた。疲れた。続いて大野亀駐車場。大野亀しゃい。ということで続いて大野亀にやってきました。これってなんか全部登る。なんかさ、誰か登ってる。あれ、人？あれ、なんかいなくなった。なんか今人が歩いてるように見えたけど、あそこまで続いてるんだ。登山はさすがにちょっと装備がないので、ちょっと景色だけ眺めようかね。佐渡弥彦米山国定公園大野亀。今がここで鳥居があって、鳥居があれか、あそこの鳥居があって、これがルートってこと。このぐるーってこう、なんかあれか、展望台とかビュースポットとかそういうのじゃなくて、なんかもう遊歩道みたいな感じなのかな。海沿いまでちょっと行ってみるかね。もうすごい景色だね。びっくりした。何これ。結論、ここにはたくさんの虫たちがいました。なんだこれ、カマドウマ。これは道が合っているのかどうか全く分かんない。とりあえずまっすぐ進んでるだけなんですけど、でも海沿いにも遊歩道続いてるから、あの辺から景色を見て記念撮影して、両津港の方にまた戻んないといけないんですよ。ちょっとパパッと見て次の場所行きます。うわ、ここやばい。蜂がやばいぞ。ほら、もう全然逃げないんだよ、クマンバチ。ここでゆっくり近づくと逃げるね。だいぶ歩いてきたね。あそこが駐車場で、だいぶ歩いてきました。あ、すごい。いやー、苦労してきた甲斐があった。そんなに苦労はしてないけど、こっからまたちょっと降りて
海沿いをガーってこっち歩いてけんすね。いやー、ここでも十分ですここでも十分ですとか言って、さっき見てた二つガメがあそこですね。こういう風に見えるんだね、こっち側から見ると。日陰はないんでね、なかなか暑いですね。このまっすぐ駐車場からまっすぐ鳥居じゃない方に海沿いにまっすぐ進んできました。でここの道はたくさんクマバチがいますね。でたまにスズメバチが来る。カマドウマみたいな謎のバッタも何匹かいました。でも車1台止まってたから誰か登ってたのかな。山のこうやって上まで登ったんかね。ただ展望台みたいにはなってないんで、こうなんか高い位置からこう見るっていうのはできないのかってなってくると、上に登るしかないんだね。上まで登れれば景色はだいぶすごそうですけど、すごい、こっち側もすごいね。いやー、さっきの場所はちょっと蜂がいてゆっくり見れなかったけど、すごいね。辺り一面がもう大自然です。大自然が広がってます。いやー、なんかぼーっと見れるわ。でこっち側もすごいんだよね。帰りはこっち側からぐるっと回って駐車場に戻ろうか。繋がってるよねこれ。パッと見なんかね、道が繋がってなさそうに見えるんですよね。うわー、なんか怖いな。道細いな。結構道細いですが、なんとか通れました。すごい、さっきよりこうやってはっきり見えます。でここが道2つになってて、でこっち左曲がっていくとさっきの鳥居のところですかね。でこっちから戻れるのか。でもすごい景色だ。素晴らしい景色が広がっております。佐渡島最高、ナイス。でかい声出したらさ、これ自撮り棒よりもさ、でかい声出した方が蜂逃げる説あるよね。からの鳥居の下であっちの方の海沿いの景色も素晴らしい。これ道つながってる。なんか道細くね。やばいぞこれ、さっきより道が険しいぞこれ。よかった、道あった。めっちゃでかいアリがなんか運んでるよ。バッタの足じゃないのこれ。すごいね、こんな自分の体よりも大きいものを。鳥居だ。なんかすごい異世界から帰ってきたみたいな気分になるね。すごい、ここの景色。短い時間だったけどちょっと楽しかったね。あんまり観光の時間が取れないっていうか、今日は帰りの船のね時間とかもあるので早起きして早朝から最北端エリアに来たって感じですね。歩くの好きだったら二つ亀より大野亀の方が楽しいかもしれん。この景色がいいもんね。ただ虫が苦手な人とかはちょっとあれかもしれない。ためらう道がいくつかあります。昼飯が両津港の近くで予約してますので、40キロほど運転して港の方に戻ります。運転が好きで歩くのも好きな人だったらこの最北端エリアめっちゃいいんじゃないですかね。スケジュール的に余裕があるんだったらもうこのまま最北端エリアから反時計回りに西側の海沿いを南下していって、尖閣湾エリアから行って、で南に行って、で佐渡金山とかね観光してからのホテルとかあるエリアに行って泊まるみたいなのもいいんじゃないですかね。北西南で分けて観光するのがいいのかね。2泊3日とかだったら。で3泊4日だったら東のエリアにね気になる場所あったんですけどね、ちょっとスケジュール的に東は今回諦めたんですよね。個人的には西側がやっぱ一番、運転もしやすいし景色も良かったかな。佐渡島の西側の景色も最高だったんですけど、今こうやってね映像を見直してみるとね、この辺の景色も最高でした。両津港まであと10キロで、ちょっと日が差してきて、この海沿いの景色もね、さっきよりも行きよりも今の方が明るくなってきて映えてますね。いやー、もうなんか旅も終わりだみたいな雰囲気になってるけど、まだ朝っていうね、まだ朝の10時にもなってない。あと 2.6 キロのところまで戻ってきました。ここは商店街かな。でこれまっすぐで両津港で、なんか展望台がねあるらしいんですよ。もうちょい行くとすごい人魚の像がある。でこれ左に行くと港ですね。この先に展望台あんのかな。見えてきた。なかなかの絶景じゃないですかこれは。すごい眺めがいいね。展望の丘。夜はライトアップ。ホタルが見れるんだ。
あのイカダは牡蠣を養殖してるんだね。へえ。おお、なかなかの眺めです。私が今いるのはこちら、両津港から車で5分くらいの場所にある鴨港展望の丘でございます。神社の脇にある道を入っていきます。この背景の山とね、牡蠣を養殖しているイカダがなんとも不思議な光景です。11時にお昼ご飯のお店予約してて、11時オープンでまだ時間があるので、この辺をブラブラします。ご飯の時間まで両津港を散歩します。のどかな天気ですね。売店この中から繋がってんのかな。カフェもありますね。カフェあるけどまだやってないのかな。桶さ橋、すごい、この時間からもやってるんだ。すごいね、こんな休憩スペースとかあんだね。サタバターにしちゃおう。そう、1階にはおにぎりとカフェとあります。飲食店もあります。続いてお昼ご飯の時間になりました。腹減った。こちらのお店で海鮮ランチを堪能します。炙り銀鮭丼めっちゃうまそう。注文はスマホからモバイルオーダーだそうです。それぞれランチセットを注文し、そして気になったんでね、餃子も注文しました。まさかの餃子。この餃子美味しかったのでおすすめです。刺身定食が到着しました。めちゃめちゃ豪華です。うまそう。ブリ対サザエ黒鯛キジハタ、うまそうだね。あとで一切れもらおうかしらね。これはタイ。続いて銀鮭をいただきます。この銀鮭の漬け丼がマジでうまかったっす。もうこれはね、めちゃくちゃうまかったんでね、刺身定食もそれぞれね美味しかったんですけど、なんかもうそれがぶっ飛ぶぐらいうまかったです。ブリうまかったの。銀鮭丼がうますぎたってだけでね、この刺身たちもね普通にうまかったです。鮮度抜群でね、身もコリコリでした。いやー美味しかったです。ごちそうさまです。ちなみに11時過ぎから一気に混んだんでね、事前に予約することをおすすめします。続いて食後のカフェタイムで両津港の近くにあるお店にやってきました。食後のデザートめっちゃ溶けるの早そう。このお店はカフェだけじゃなくてですね、アウトドア用品も売ってるので、キャンプとか好きな人にはもってこいのお店だと思います。いいね、うまいランチ食べて、カフェオレとアイス食べて、そしてここで一旦相方とお別れ。相方をフェリーに送ります。私は5時前のフェリーで新潟港に帰るので、レンタカー返す時間考えたら3時間ちょいぐらいか。でその3時間の間に20分ぐらい行ったところに温泉があるので、サウナもあるらしいので、サウナと温泉に入って、で時の森公園も、割と近場にあるので行ってって感じですかね。でここに帰ってきてって感じですね。お疲れさんよ。いや、こののどかな田園風景とも今日でお別れですよ。いや、ドライブ旅だとなんかこういう田園風景の一本道っていうか、このまっすぐの道と海沿いの道がいいですね。であと3キロくらいで温泉だそうですね。なんか脇入っていって、なんかポツンとある感じなんですかね。もうサウナと水風呂があるっていう口コミを見てもうそれだけでここにしようと決めたんで、正直あんま分かんないんですけど、でもなんか良さそうでしたね。昼食べた刺身もね美味しかったんですよ。本当、臭みもなく美味しかったけど、佐渡銀鮭がねめっちゃうまかったんだよね。でもね、回転寿司弁慶とあと丸石っていう回転寿司屋さん、昨日一昨日とね昼飯で行ったんですけど、そこには商品名でなんか佐渡銀鮭とか佐渡サーモンっていうのがなかったんですよ。でも普通にサーモンって書いてあって、そのサーモンが佐渡銀鮭なんですかね。佐渡サーモン。また4月に行った新潟市の観光で行った時に寿寿司で佐渡銀鮭食べたんですけど、あれが一番うまかったかな。時期もあるんですかね。もうちょっと寒い時期というか、佐渡サーモンが佐渡銀鮭が一番うまかったな。あれ、これ入っていくと温泉ですね。看板ありましたね。よいしょ。なんだろう、この実家に帰ってきた帰省した感がある道というか、懐かしい風景だね。なんか右側がすごいね、めっちゃ色鮮やか。新保潟揚げ温泉。混んでる。駐車場広いね。でバス停はあるんですね。バスでも来れるんだ。到着しました。ということでサウナと温泉でリフレッシュしてきます。やっぱ旅の最後はね温泉ですね。
帰ってきました。やっぱサウナはいいですね。サウナはね90度くらいでいい感じの温度で、ただ水風呂がね超ぬるめでしたね。水風呂20度24度って書いてあったけど、20度ちょいぐらいですかね。で温泉は42度ぐらいで、整い椅子とかはなかったですね。サウナ水風呂あるけど椅子はなく、整い椅子とかはなかったんで、でも結構良かったっすね。いい感じにリフレッシュできました。いやーよかった。温泉出発。時の森公園がどのぐらい時間かかるか分かんないんですよね。なんか口コミによるとなんか遠いみたいなね、その各施設の移動がちょっと時間かかる、遠いとか、なんか場所が分かりにくいとか、なんかいろいろ口コミ書かれてましたが、どうなんですかね実際は。看板ありますね。時の森公園、時の森公園、時の森公園到着。めっちゃ混んでるね。なかなか混んでるね。ということで行ってきやす。時の歴史などが学べる資料館と間近で時が見れるふれあいプラザを回ります。佐渡島観光はレンタカーがあると超便利ですが、人気スポットには基本的にバス停があるのでバス移動でも観光はできます。入場しました。料金は大人1人500円でございます。パンフレットを読みながら進んでいきます。ちなみに日本にいた時はすでに絶滅しており、平成11年に中国から送られた時が増えていったそうです。資料展示館に到着しました。ここには昔飼育されていた時の剥製もありました。他には時に関する出来事を時系列順で学ぶこともできます。時が絶滅した理由は主に狩猟だったそうです。ここにはフォトスポットもありました。そして奥まで進んでいくと実際に時を見ることができます。しかしここからだと結構遠いんでね、次の施設に行って観察したいと思います。時は非常に臆病だそうなので息を潜めて静かに観察しましょう。こちらには黒時も飼育されております。首から上が黒くてね、なんとも不思議な姿をしております。次が丸にふれあいプラザに向かいます。資料館からふれあいプラザまでは、歩いて 2,3 分5分はかかんないですね。すごいなんか石がある。ふれあいプラザに到着しました。ここでは運が良ければ間近に時を見ることができます。人の姿が時から見えないように施設内はとても暗くなっているそうです。そして中に入ったタイミングでちょうどね、トキが目の前まで歩いてきました。いやー、こんなに顔が赤いんですね。ほんと独特な姿です。ちょうどね、他に観光客がいなかったんでね、もう一人で無言でぼーっと眺めてしまいました。トキは動物性の餌を食べるそうです。ここには季節ごとの餌場について記載されております。もしかしたら目の前まで来るのはレアなのか、2階にはですね、こうやって双眼鏡を使って見る場所もあります。いやー、ということで無事観光できました。結構近くというかね、もう目の前で時を見ることができてよかったですね。窓際に来ることもあるんですけど、ずーっと遠くの方に行ってね、もうカメラでズームしないと見えないみたいなね、そんなこともあるみたいですね。多分平日とか空いてる時間帯っていうんですかね、人が全然いなくて喋り声とかしない、シーンとしてたんで、近づいてきたのもあるんですかね。なんかスタッフさんのありがとうございましたみたいな挨拶の声した瞬間、ちょっとね時がビクってなってね、遠くに歩いてっちゃったりしてたんで、音に敏感なんですかね。おー、田んぼ道に出ましたね。素晴らしいこの景色を目に焼き付けてから東京に帰ろう。そしてレンタカー返却して無事戻ってきました。そして両津港1階にあるサレドおにぎりというお店でちょっと食べてから東京に帰ります。夕方前ということもあり、普通のおにぎりでしたね。多分朝一にね買って食べた方が美味しい気がします。そしてちょっと甘いもの欲しかったんでね、菓子パンもいただきます。中にはオレオクッキーが入っております。
そしてすっかり忘れてたんですけどね、この両津港にもねこうやって食堂があったんですよね。ここでねうどんとかラーメンとかあったんでね、ラーメン食べればよかったです。なんか不完全燃焼というか、おにぎり食べたら逆にちょっとお腹減ったんで、さらに追加で佐渡バターが入っているどら焼きをいただきます。里乳業のコーヒーと相性抜群でめちゃくちゃ美味しかったです。てな感じで人生初の佐渡島2泊3日の旅もあっという間に終わってしまいました。美味しい食べ物をたくさん食べて、美しい景色もたくさん見れてね、ほんと最高でした。またこのチャンネルでは他にも日本全国を旅する様子を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録して他の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。